こんにちは、もずくです。今回は週末スローライフが楽しめるアプリ Living with Lively's もしもの世界というスマホアプリで遊んでいきます。このゲームは私もずっと遊んでいるリブリーアイランドの新作となっていて、なんと今回ありがたいことに案件のお話をいただきました。リブリブはリブリーアイランドと同様にレイアウトや着せ替えが楽しめるのはもちろん、小さなリブリーの体を借りて週末世界を探索し、素材を集め錬金術で暮らしを豊かにしていく週末スローライフが体験できます。私はハウス作りと着せ替えを楽しんでいるので、探索に行く際はアイテムを錬成するための素材を集めに行ったり、レシピを購入するために商人を探し回って遊んでいます。ボードゲームのような操作方法なので、欲しい素材や商人のもとにどうしたらたどり着けるのかを考えるのが楽しいです。では日々集めたアイテムを使ってハウス作りと着せ替えを実際にプレイしていきます。どうぞ。はじめにハウス作りからプレイしていきます。こちらがハウスなんですけど、魂のレベルが上がるとともに最大4階までフロアを増やすことができます。フロアを増やすごとにハウスに出せるリブリーの数も変わってくるんですけど、3階から最大9匹まで出せるので、今回は3階建てでハウスを作っていきます。そして今回作るテーマなんですけど、リブリブは日常レシピの中でたくさん植物系の可愛いアイテムがあるので、植物いっぱいの中に立っている塔を作ろうかと思います。まずは外観からなんですけど、こんな風に分かれていて、まず屋根が持っているアイテムと照らし合わせて緑系と青系で組めそうだなと思ったので、占いの館の屋根とコアがこの目の部分なんですけど、これを主張しすぎないような感じにしたいので、この全てを見透かす目にします。で、アンテナが青か、屋根が青なんで逆に色変えてフラワーゲージの釣り鎖の緑にします。屋根デコはなしで、台座を屋根と合わせた色にしたいので導きの台座にします。で、テーブルいくつかあるんですけど、ツタハウテーブルにします。スペースっていうところが背景なんですけど、うわーどうしようかな。無地にするか、これ好きなんですよね。これアメジストもあるんですけど、ちょっと動いてるんですよね、後ろがね。こっちにしようかな。好きなんでこれ使います。で、エフェクトっていうのがこうやって周りをね動いてくれるんですけど、中は作ってから考えます。 OK。 じゃあ模様替えをしていきます。フロアごとに模様替えができるんですけど、私はねだいたいいつも真ん中から作り始めることが多いです。アイテムを配置する前になんですけど、このフロアっていうところもあって、なんとこの枠自体も色を変えられます。アンテナの部分を緑にしたんで緑で揃えようかな。こうやってね間取りも分けられて細かいです。すごくこのねテーマめっちゃ可愛いんですよね。他の色も全部作りましたで、一応壁紙も決められます。この枠の中のこれもすごいね、本当に細かくてここまで決められちゃうんだっていう。アイテムを置いて決めましょう。さあ真ん中から作ります。どうしようかな。いっぱいあるんでね選ぶのが大変なんですけど、まずなんか探索に行った時のマップみたいな感じにしたいんで、一回こういうブロックとか置いたりとか。これも自由配置です。ありがたいですね。こんな感じで置いて、この岩使いたいですね。これどうやって置こう。こんな感じでとりあえず背景を作っていきます。あともう一個すごいのがこのボタン、これです。なんと斜めとか向けられちゃいます。でプラスここを押すとなんとレイヤーを変えられちゃいます。後ろに持ってくるとかできちゃいます。こ
この丘をこんな感じ、こう前にしようかな。この食い込ませる感じで。でもう一個これは奥にして、これをもう一個前にしようか。前かな。はい、こんな感じでちょっともさもさにしていきましょう。はい、こんな感じで土台ができましたので、お花とかその辺のアイテムで飾り付けをしていきます。これかな。これを前に持ってきて、これもこのブロックに食い込んでくれるので、いい感じに配置できますね、これ。かわいい。もう一個ぐらい同じやつを、こんな感じかな。はい、じゃあこの丘の上に塔を建てていきます。どうやって建てるかなんですけど、塔っていうアイテムはないので、いろんなアイテムを組み合わせて建物塔を作ります。このね、暖炉がレンガ調で塔っぽくなりそうなので、これもなんかね、レイヤーによって見えるところが変わってくるんですよ。で、もう一個重ねましょう。ちょっとずつね、こんな感じで乗せてって、柵が見えるんで、向き変えて上に乗せてってやったら、こんな感じで、これ塔の下の部分ですね。これを次は3階の方にも塔の上の部分を作ります。また暖炉を乗っけて、で三角屋根を作りたいんですよね。こうして屋根はこういうシェルフで向き変えていけるかなと。こんな感じで、ただ屋根の隙間ができてるんで、これをなんかで埋めたいんですよ。ポストだといいんじゃないですか。ポストにしましょう。ポストにして、じゃあもう一個暖炉置いて、いいじゃん。この辺とこれとかで、めっちゃいいかも。これにしましょう。かわいいかわいいね。なんか屋根のところというか、てっぺん旗かなんか立てます。私これ大好きなんですよ。この黙々煙が出るんですけど、わかるかな。煙突ありますよみたいな感じでかわいい。なんかでも下ちょっと単調かなと思うので、なんか重ねましょう。これとかこれも置こうか。めっちゃかわいい。で、なんか塔のなんて言うんだろう、窓みたいなのをつけたいなと思うんですけど、真ん中にこれどうだろう。家でそれっぽくちょっと頑張ってみます。はい、どうですか。なかなか塔っぽくなったんじゃないかなと思うんですけど、かわいいね。下の暖炉のところが入り口っぽくてちょっと燃えてますがなんか看板とかつけちゃおうかな。これもかわいいね。リブリーアイランドでおなじみの看板ですね。で、あともう一個私のお気に入りのドクダミですドクダミめっちゃ可愛くて、なんかいい感じにわさわさっとなってくれますんで、これをいるなーぐらいで仕込ませます。で、もう一個大好きなこれです。ウォーターマッシュルーム、水草系だと思うんですけど、これめっちゃ可愛くて、いいね、いい感じで、もうちょっと岩を足そうかなと思いますので、本当この苔むした石すごいおすすめです。地形を作れちゃうので。てか洞窟みたいにするのどうだろうか。この塔をぐるっとこんな感じで、これもハス、前持ってくると花が出てくるんですけど、奥にすると葉っぱだけになってめっちゃボリュームが出ます。で、3階を岩で囲います。はい、どうですか。洞窟っぽくなったんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとこの辺で一回背景を変えます。空っぽくするか、洞窟なんで暗くするか。これちょっと可愛いかも。ありですね。
これにしましょう。なんか3階部分にもちょっと草が出ててもいいのかなと思うんで、姫窯これをちょっと出してみたりとか。こういうのもねめっちゃ綺麗なんですけどね、ちょっと通りも目立っちゃう気がしなくもないので、可愛いかが使いたさはあるんですけど、あ、これを月にしようか。なんか夜っぽいんで背景も相まって、これもこう蝶々これ飛ばしましょう。めっちゃいい感じ。2階もちょっと青入れたいな。ブルーベリーがあった気がするんでコロコロさせます。どうかな。いいですね。かわいいね。下をだからこれをどうしようかっていう感じなんですけど、とりあえずこれで地面埋めてきます。なんかこんな風に道をね空間作ります。でこんだけだと寂しいので、また毒ダミでこんな感じで樽とか埋まってても可愛いかなと思うんで、いいね、埋めました。ちょっと草足しましょうか。あ、これも入れよう。黄色い花をね真ん中のフロアに入れたんで、ちょっと下にも足して、ちょっとした草もピプッと生やします。キノコとかもあるんで、あったあった。これも洞窟の中なんでなんかジメジメしてそうだし、蝶々奇数の方がバランスいいかなと思うんで、この辺に止めとこうかな。いいですね。かわいい。じゃあ最後にエフェクトをつけようかなと思うんですけど、これにしようかな。はい、ということでこれでハウス作り完成です。では次はこのハウスに合わせて魂の着せ替えをやっていきます。では魂コーデやっていきます。今ねこんな感じでちょっとギャルな着せ替えになっているんですけど、ここから今回作ったハウスに合わせます。まず髪の毛から決めるんですけど、青と緑と白で作ったので、その3色を取り入れて着せ替えをしようかなと思うんですけど、これとかこの辺とかで、そうあと1個フロントとバックで分けられます。これもリブリーアイランドである要素なんですけど、そっちでも初めて着せ替えした時にびっくりして、個人的にすんごい嬉しい要素です。この分けられるっていうのは。どうしようかな。これかわいいよね。占い師の紙。お団子もいいけどな。なんかちょっと魔女っぽくしようかな。塔に住んでるみたいな。エクステもいけますね。これかな、ピョンって。で目もね瞳と分けられちゃいます。こんな感じで組み合わせられます。でしかも大きさもこうやって変えられたりとか、上下も変えられるし、左右も変えられるし、奥行きもいけます。で瞳はこうやってずらして横向いたりとか下向いたりとかもできるし、大きさもね変えられちゃいます。まあでも最初にやってた目に戻しておいて、1個顔決めたらずっとそれでいきたいなっていうのもちょっと気持ち的にあったりするので、今の目より好みのものが出たらそっちに移行するかもしれないんですけど、この見た目でいきます。目はでもちろん眉毛の位置とか鼻の位置とか大きさも決めれるんですけど、眉毛だけ色変えようかな。ちょっと合わせます、髪色に。こんなもんかな。口もねなしでいこうかと思いますので、まあ耳も魔女っぽくこれにして、この辺とかもね可愛いけどね、そのダークな魔女にするのかとか、ハウスがそこまでダークな感じじゃないんで、一旦服決めます。あ、これどうだ、可愛いね。白、塔と同じ白にして。アウターはもり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 でもいいけど、でも服可愛いしな、隠れちゃうっていう。あ、これかぶせよう。パーカーだけどなんか破れてる布に見えなくもないんで、ちょっとこれにして。でアクセサリー、このねドクロ、これも気に入ってます。これ日常レシピです。可愛い、乗せとこう。
わあ、ちょっと待って、こんなんもあるけどな。すごい揺れる。これもかわいいね。ちょっと待ってこっちか。魔女感あるのこっちか。でもこっちにしようかな。まあピアスはいいか。本。はあ、うわー、迷うねつけすぎてもなーっていう。キラキラもいいな。これも好きなんだよね。パンデロール。なんか閉まる、全体がキュッと。文字が入ってるからか。でメイクだな。これどうすんのかっていう。やっぱいらないね。ここまでダークはなしで。うわー、このね、こういうの大好きなんだよね。ちょっと暗くなるの。どっちも重ねちゃう？控えめにしようかやっぱこれかわいいな。このなんかシュッシュってやつ。ヤマンバギャルのフェイスメイク。もう終わっちゃってるんですけど、このテーマ。これめっちゃ気に入ってて、最初のね、着てたギャルコーデでもつけてたんですけど、これめっちゃかわいい。つけとこう。じゃあこれで完成です。可愛くなった。ということで、ハウス作りと魂の着せ替えをプレイしてみました。今回ハウス作りと魂の着せ替えで使用したアイテム以外でも魅力的なアイテムがいっぱいあります。しかもガチャではないので、欲しいアイテムを自分で選んで手に入れることができます。ちなみに錬成をする際に必要な素材やドゥドゥは魂レベルが上がるごとに集まりやすくなります。そして定期的に登場する限定テーマでは様々なジャンルがあるので、お気に入りのアイテムが見つかるかと思います。もし好みじゃなかったとしても、次の週には気に入ったテーマが来るかもしれないくらい月に何度か更新されています。ちなみに私は好みじゃなかったとしても、リブリーアイランドでもあるあるだったのが、アイテム一つ一つ見るとめちゃくちゃ自分好みだったり使いやすいアイテムがあったりするので、リブリブでも毎回しっかりチェックしてます。あと魂のレベルアップ報酬や探索で手に入る日常レシピもたくさんあって、いつでも入手できるのでとってもありがたいです。使いやすいものからアンティークシリーズといったすごく可愛いアイテムまであります。そしてもう一つご紹介したいのが、リブリーたちは見た目をカスタマイズできます。リブリーアイランドでは餌をあげて色を変えられたのに対して、リブリブでは色だけではなくて目や耳などのパーツの大きさや位置を変えることができます。これもハウスや魂のように自分がお世話しているリブリーたちも個性を出すことができちゃいます。あと横を向いたり後ろを向いたりと、いろんな方向からリブリーたちを観察できるのもポイントです。ハウスを自由に動き回っている姿だったりとか、探索中の歩き方だったりとかも本当にすごく可愛いです。ということで、私が紹介したいリブリブの魅力を全てご紹介しました。いかがでしたでしょうか。今回は週末スローライフが楽しめる新作スマホアプリリビングウィズリブリーズもしもの世界で遊んでみました。模様替えと着せ替え以外にもリブリーの特性を厳選したり、能力を強化したり、いろいろな遊び方ができるので、ぜひ概要欄のリンクからダウンロードしてみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。ほいじゃあ。